皆さんこんにちは。グッドサマリタンチャーチ牧師参議院議員金子道人です。今回は3月に行われた予算委員会で質問させていただいた3つのテーマの第3、UNRWAという国連機関についての話を皆さんと詳しくさせていただきたいと思います。実は予算委員会が行われる前の週ですね、参議院の外交防衛委員会で上川外務大臣と1回目のこのUNRWAという国連機関についての質疑をさせていただいて、そこで話をしていただいたその先にある質問を予算委員会で一つテーマを絞ってさせていただきました。参議院の外交防衛委員会での質問を聞いてくださった支援者の方からいくつかコメントをいただいて、UNRWAって初めて聞きましたとか、ググりながら質問を聞いてましたとか、いろいろそういうこともあったので、予算委員会では少しUNRWAの説明をしていったらですね、逆に時間が全然なくなってしまって、大事なところがすごく駆け足になってしまった、そんな反省もありますので、今日はちょっとUNRWAについてもしっかり説明しながら、今回の質問でお伝えしたかったことについてもゆっくり皆さんにお話しさせていただければと思います。まず、UNRWAという国連機関なんですけれども、ここに出させていただきました。ここですね。スタートしたのは1949年の国連総会決議に基づいて1950年にスタートしています。だからもう、今2024年とすると70年を超えるそのような国連機関になります。マンデート、使命ですね。何のための機関かというと、パレスチナ難民を直接救済する。これがUNRWAという国連機関の役割です。ここにもUNRWA、国連パレスチナ難民救済事業機関という役がついています。パレスチナ難民を救済するのがUNRWAの存在目的です。で、5カ国地域、イスラエル周辺だけじゃなくて、ヨルダンとかレバノンとかシリアにもUNRWAの活動があって、対象としているのはだいたい150万人以上のパレスチナ難民です。活動しているのは保健、医療、教育、福祉サービス、キャンプのインフラ整備等を行っていて、で、日本からの拠出は昨年は3000万ドル。で、過去70年間でだいたい11億ドル。70年前のドルも考えていくと、単純に今の円ドル換算で、考えるよりもはるかに多くのお金を日本としてはこのUNRWAを通してパレスチナ難民に支給をしている。これが現状になります。そしてこのパレスチナの難民を支援しているUNRWAが何を行ったかというと、実はこれが今回の事件なんですが、日本は今資金拠出を停止しています。今年の2月にですね、UNRWAに対するお金を送るのをストップしました。なんでストップしたかというと、去年の10月にハマスというテロリストがイスラエルを攻撃しました。そして、今度は逆にイスラエルが、国防軍がガザに侵攻しています。そして今も、非常に悲しい状況です。人々が多く亡くなっている。その中にあって、1月の27日、UNRWAのスタッフがこの昨年10月のハマスのテロ攻撃に関与していたということが、明らかになった。で、12人関与したうち2名はこのテロ攻撃で亡くなって10名が生き残った。彼らが、解雇されたというニュースが流れてきて、そして日本政府はそれを聞いて、林官房長官も疑惑については極めていかん。もちろんそうですね。我々の税金がパレスチナの人たちの難民支援に使われているはずなのに、ハマスというテロリストの攻撃に使われていたとしては本当に恐ろしいことなので、これがストップした。そして、その後、ハマスの、地下トンネルがUNRWAの本部の真下にあったなんていう情報も、NHK、これ全部 NHK の報道なんですけれども、こういったことが明らかになって、先週ですね、上川外務大臣はUNRWAの事務局長と、面談をしています。
で、今まだUNRWAへの拠出は停止した状態ですけれども、日本政府は近々再開するんじゃないか、そのような、ニュース報道も出ているところです。で、これが、UNRWA という組織、そして今回の資金停止に関する経緯なんですけれども、よいしょ。UNRWA という組織がですね、この紙を見てもらうと分かるんですけれども、非常に特殊な形をしているんですね。国連は難民支援をする機関を持っています。UNHCR、私たちもよく聞きます。緒方貞子さんが事務局長をされていた国連難民高等弁務官事務所というやつですね。けどUNRWA、パレスチナだけは独立した組織を持っている。これも不思議なんですね。で、UNHCR が対象としている人たちは難民、世界中なので1億人以上で、国も137カ国なんですが、UNRWA に関しては570万人のパレスチナ難民、そして活動後と書いていますが、ほとんど中東のみなんですね。で、何よりスタッフ1人に対する難民支援はUNRWA は190人、UNHCR は5000人を超える。一言で言えばUNRWAは手厚いわけです。で、先ほども言いました1950年に組織ができた、つまり70年間この難民支援が続いているということはどういうことかというと、今現在パレスチナ難民と言われる人たちのほとんどは生まれてからこの方支援を受け続けているということなんですね。で、これはUNHCR なんかではよく言うんですが、援助の失敗と言えることかもしれません。援助の失敗って何かというと、平たく言えばリンゴを提供するんじゃなくて、リンゴのなる木を育てていくことを教えていかなければ、いつまで経っても自立ができない。経済的にも政治的にもしっかり自立をしていくことを促していかなければ、リンゴを提供し続ければいつまで経っても自立ができない。でもパレスチナの場合は、それに近いことが起こってしまっている。であれば、どのようにして、パレスチナが経済的にも政治的にも自立していくのかということを考えて援助をしていかないといけないんですね。私たちの国はこのパレスチナ問題に関して二国家解決、つまりイスラエルと将来立ち上がってくるパレスチナの自治政府が、2つの国がこのイスラエル、このパレスチナの地域で共存、平和的に共存していくことを支援していく。これが私たちの外交方針であって、それに基づいてUNRWAにもお金を提供していたにもかかわらず、UNRWAがテロ活動に関与していたとすれば、これは日本政府としては本当に看過できない、見逃すことのできない重大な問題だと考えていただきたいんですね。で、今回、その中で、UNRWA が行っているパレスチナでの教育に関して質問させていただきました。この、私も読めません。アラビア語で書かれてますが、アラビア語という教科書で5年生、小学校5年生の子どもたちの、教材を、入手してですね、これを翻訳して、皆さんにも知っていただこうと思っています。これが、UNRWA がガザで行っている教育の、テキストなんですね。で、ここに、これはプライバシーの問題もあるのでぼかしてますけど、この方、女性の顔がこの教科書に書いてあって、この女性の方の名前は、ダラル・アル・ムグラビという女性です。で、この方はどういう方かというと、ハマスではないですけれども、パレスチナのテロリストで、かつてイスラエルに侵入して、30数名、子供13名を含む30数名を殺した、そのようなテロリストのリーダーなんですね。で、このテロリストのリーダーであるダラル・アル・ムグラビという女性が、この小学校5年生の子供の教科書に出されている。どういうふうに出されているかというと、祖国のために命を捧げた多くの殉教者
英雄の一人として挙げられているわけです。教科書にこんなふうにあるんですね。彼女の活動こんなふうにしましたという中に、占領軍イスラエル軍は航空機や戦車を使いながら機関銃と砲弾で彼女が乗っていたバスを攻撃し多数を殺害した。ダラルも殉教者として8人の英雄と共に天に昇った。このような小学校5年生の教科書の中にその時の虐殺について描かれています。そしてこのストーリーを読んだ後にですね、国語の教科書です。アラビア語の教科書ということは国語の教科書でよく学校の先生が質問するわけですね。今の話を聞いてどう考えますか。殉教者の人数は何人でしたか。8人です。ダラルが殉教したのは20歳でした。そしてダラルによるバス誘拐作戦の目的を明らかにしましょう。これには教科書ガイドがあって先生用のガイドがあるんですけれども、先生用ガイド、模範解答としてはダラルたちは、イスラエルに収監されていた同僚、テロリストですねを、解放させることを目的にして誘拐作戦を行った。そして占領軍と殉教者グループの間で起こった戦いの結果はどうだったか。イスラエルの人たちが30名ぐらい殺害された。そしてダラルの殉教者グループをデイル・ヤシンと名付けた意味は何なのか。このデイル・ヤシンというのは実はイスラエルの過激派の人たちがパレスチナの人たちを虐殺したそういうテロ事件がデイル・ヤシンというんですけども、そのデイル・ヤシンということを忘れないために、やられたことを忘れないためにこのデイル・ヤシンという名前をつけ、そしてデイル・ヤシンの権利を取り戻した。そして最後ダラルはお前を殺したくないという言葉は何を示しているのか。これの教科書ガイドの答えは、これはテロではなくて自由のための戦いなんだと。だから殺すことは仕方がないんだといったことを子どもたちに伝えていく。そして最後に、このようにしてダラルが活動したこの文章を上の段落、この文章を下の段落にきれいな手書きにして書き直しましょうと写させるわけですね。この内容を下に子どもたちにしっかりとこのダラルたちのこのテロ活動を植え付けていく。これを小学校5年生の子どもたちに毎年毎年教えるというのはどういうメッセージでしょう。これは憎しみを忘れるな、憎しみの連鎖をパレスチナの子どもたちに持たせ続けていく。これが将来的なテロの素地になるかもしれません。で、我が国はこのような教育をするために、この憎しみを連鎖を繰り返すためにお金を出すとしては、これは絶対にやめるべきです。私たちが訴えるのは憎しみの連鎖ではなくて、本当に難しいことです。今も悲しい辛い出来事がイスラエルにもパレスチナにも両方起こっています。でもここからどのようにして和解が始まっていくのか、そのために私たちは祈りつつ必要なサポートもしながら、この二国家解決に向けて難しい課題ですけれども、私たちは支援していく必要があるんじゃないでしょうか。憎しみを助長するそのようなことを私たちは絶対に繰り返してはいけない。そのことを強くお伝えさせていただきたいと思いました。そのために今回教科書についても取り上げさせていただいたんですね。最後に、一つの報道です。EU が UNRWA への資金供出を継続していくということで、EU もUNRWA への支援を一回停止したんですけれども、また再び再開をしていくというニュースが流れています。ただ、これはしっかりよく見ていただきたいのがあって、2つあるんですね。一つは EU 自体がこうしたテロのためにお金が使われるだとか、また教育の中立性が非常に阻害されている、憎しみの連鎖を生み出すような教育が行われている、そういうことが改善されなければ絶対に教室は続けられませんということを訴えている。これがまず一つです。EU 自身がそのことをしている。
同じように私たちの国も多くの資金援助をしている国として、ただお金を出すだけではなくて、しっかりとそれが二国家解決に向けて、平和の構築に向けて使われるように、私たち自身が監査ができるようにしていく必要があるんではないでしょうか。そしてもう一つは、ここにも書いてます。パレスチナの人々への支援を多様化していく必要があるということ。今、ガザの地域で人道支援、本当に必要が深まっています。で、今、アンルワを通しての支援が確かに大多数です。でも、アンルワのガバナンスがしっかりと改善されないのに、アンルワへの資金供出をもう一度と言われても、それは再びまた同じような惨劇を繰り返す危険性だってあるんです。ガザの人たちを支援するのであれば、アンルワ以外の国際赤十字であれ、いろんな様々な機関がガザで活動していますので、日本政府としてもぜひパレスチナの人々への支援を多様化していくということを考えていただきたい。憎しみを助長するような支援ではなくて、和解をもたらそうとするそのような NGO の活動も確かにあるんです。そういった方々と協力しながら支援を多様化して、そして今の緊急の人道支援を乗り越え、そして将来的にパレスチナとイスラエルの平和が回復できるような、そのような支援を日本政府としても考えていただきたい。そのような思いを持って今回は質問をさせていただきました。今日は時間をとってこのようにゆっくり話をさせていただきました。ここまで上川大臣と話ができれば本当に良かったんですが、残念ながら少し時間は足りなかったです。でも上川大臣も先ほどお見せした教科書の資料ですね、しっかり見てくださって、アンルワの事務局長との会談の中でも、今までなかったんですが、教育の中立性の確保について日本政府として注視していくという発言をしてくださったことは非常に嬉しく思いました。同じ思いを持ってくださっていると信じます。私たちはエルサレムの平和のために祈る、そのような思いを持って、この痛ましい事件、今の状況が早く解決するように、そして解決すれば、戦闘が休止すればそれでいいということではなくて、その先にイスラエルとパレスチナの二国家の平和な解決が行われることを心から期待して、これからもイスラエル・ガザ情勢注視していきたいと思っています。本日は長い時間お付き合いいただいて本当にありがとうございました。またぜひ国会中継もご覧ください。